電気住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。本日のお話はですね、私あまり海外って言ってもそんなに遠くに行ったことはないんですけれども、今回はヨーロッパのとある国で起こった、お話なんです。で、このお話っていうのはある女性キャビンアテンダントさんからお聞きした話です。この方はですね、ヨーロッパ行きの、飛行機にいつも乗ってられてですね、で、ヨーロッパへ行かれるそうなんですね。私も行ったことないので、あまり想像はつかないんですけれども、このキャビンアテンダントさんが行き来しているうちにですね、あるフライトでですね、その日、宿泊先が、いつも泊まるホテルとは少し違うホテルに指定されたそうなんです。で、そのホテルって言いますのが、結構有名なホテルなんだそうですね。で、何で有名かと言いますと、心霊現象がよく起こるホテルだというようなホテルに、宿泊が決まったそうなんです。で、もともとはですね、このホテルって言いますのは、とある大金持ちの方がおられまして、その方が100年以上前に建てられたご自身のご自宅だったんですね。そして、その自宅に、家族で住んでられたんですけれども、紆余曲折あって、家族の方たちはそこを、引っ越しされまして、後にホテルとして現在あるそうなんです。そしてそれを事前にこの女性は聞いてられましたので、なんか怖いなと思いながらそのホテルで、泊まることになられたそうなんですね。まるでこのホテルっていうのがもうホラー映画に出てくる洋館のようで、部屋の中はとても綺麗なんですけれども、どことなくその先入観もあるんでしょうね。非常に部屋に入った時に、怖いなっていう風な感情に、陥ったそうです。そしてその日、寝ることになって夜になって寝ようとしますと、案の定やはり怪奇現象が起こったそうなんです。それって言いますのが、まず真っ暗にして寝てられたそうなんですけれども、パチ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 っと電気が点滅するそうなんですね。で、怖いなと思って一旦起きて電気をつけるんですね。で、今日はもう電気をつけたまま寝ようと思って布団に入りますと、しばらくするとパッと勝手に消えるそうなんです。で、もうこのままお布団の中から出るの怖いと思ってそのまま寝てられたそうなんですね。そうしますと、ギシッ、ギシッっていう人の歩く音が聞こえてきたそうなんです。誰かが歩く。なんか足音がするな、怖いなと思ってると、急にですね、お風呂場の方からザーッという水の流れる音がしたそうなんです。もうこのまま、もしかすると何かシャワーか何か勝手に動き出したんではないかなと思いながら、もうこのまま寝てしまおうと思って、もうそのままお布団のままでブルブル震えてたそうなんですね。で、やがて朝になって起きてみると、やはりお風呂場には何かシャワーを使った後のような水が残ってたそうなんです。だからやっぱりそうか。ここではこういう怪奇現象が起こるのか、怖いな。で、噂の元はですね、実はここの家族で住んでられた頃に、娘さんが実は数年間、闘病生活の末、その部屋でお亡くなりになったそうなんです。で、この娘さんっていうのが、病気をされてましたから、その部屋からなかなか出ることができなかったそうなんですね。ですからそう思うと、この部屋を私が勝手に泊まりに来てね、なんか知らない人が毎回泊まりに来るし、で、夜にシャワーを浴びたいと、もしかして思ってられたのかなとか、いろんな思いをこの女性持たれたそうなんですけれども、なんとこのホテルに2泊過ごすことになってられましたので、2日目にもまた今晩もどうしようと思いながら、それでも部屋を変えていただくこともできずに、また泊まられたそうなんですね。2日目の夜になりましたら、やはりこの怪奇現象が同じように起こったそうなんです。で、怖いな。しばらくするとまたミシッ、ミシッ歩く音がする。また電気が点滅している。それでも無視をしながらもう私は気づいてないふりをして寝ていようと思って寝てられたそうなんですが、寝ながらふと、待てよ。このお亡くなりになられた娘さん、外に出ることがなかなか難しかったので、お友達もいませんし、喋る相手というと家族ぐらいだったでしょうし、外で走り回りたいな、いろんな思いがあったんだろうな、なんとなくかわいそうに思えてきたそうなんですね。
そしてですね、この方、心の中で、なんとかですね、この娘さんが成仏して、亡くなられた後でも、なんとなく、幸せに毎日過ごしてくれたら嬉しいなという思いで、あまりお経は知らないものの、布団の中で手を合わせられたそうなんですね。そうしますと、パッと怪奇現象が終わって、その日は静かな夜をその後過ごされたそうなんです。そして朝になって、フライトでまた日本へ戻ってこられてからの話なんですけれども、家へ帰ってこられて自宅マンションに着かれますと、マンションの扉の前に、おかえりっていう書いた紙が貼ってあったそうなんですね。この女性、またか、ここもか、そう思われた。何かと申しますと、これは以前からこの女性が悩まされているストーカー被害があったんですね。この被害のために何度も引っ越しをされているそうなんですけれども、どうやってかいつもこの引っ越し先のマンションを見つけましたよというふうにアピールをして来られるそうなんです。そして何度も警察の方にも相談してですね、この犯人を特定して、接近禁止命令も出ているそうなんですけれども、やはりこういう形で来られるそうなんですね。仕事の関係で深夜に帰宅することもあられますから、何度か後をつけられた、そんな気がしたりですね、もしかすると襲われるんではないかな、そんな恐怖を感じながら、最近ではですね、命の危険すら感じるようになってられたそうなんです。そんなことがあって、数日経って、ある友人にこの相談がてらですね、まだストーカーの人に家を見つけられて、今も困ってるんだなんて話をしていると、その友人の方がですね、なんとなくいつも喋ってる目線が合わないそうなんですね。で、あれ？ちょっと自分の後ろを見ているような気がする。ねえねえ、ちょっと話聞いてる？そう言うと、ごめんなさい、ごめんなさい。聞いてるよ。なんとなく気がそれたような気がして、何か言いたいことあったら言ってほしいんだけど、そう聞くと、この友人の方がこうおっしゃるそうなんですね。いや、実は、あなたの後ろに、ブロンド髪の女の子が、スーッと横切ったような気がした。そういうそうなんですね。で、怖いこと言わないで。そんな話をしながら、ごめんごめん、でも見間違えかな。それにしてははっきり見えたな、なんてことを言うそうなんですね。そして、それからしばらくしますと、行きつけのレストランに行きますと、そのレストランでも同じようなことを言われたそうなんです。先ほど入ってこられた時に、小さなブロンド髪の女の子一緒におられませんでしたか？そう言われたそうなんですけど、いやいや、そんなはずないですけれども。そんなことを、数度経験して、ふと、この女性、あれ？もしかすると、ホテルに泊まった時に、女の子がついてきたのかもしれない。そう思われたそうなんですね。それからも、もしそうであるならば、また私がホテルに泊まってですね、この女の子をこんな、日本という、自分の生まれ馴染みのない、育ったことのない世界で、言葉のわからない中ではかわいそうなので、もう一度連れて帰ってあげなくちゃいけないな、そんな思いを持たれたそうなんです。そんな、ある日ですね、警察から一本の電話がかかってきたそうなんですね。その内容って言いますのが、ストーカーをしていた男性が警察に助けを求めに来た。そうおっしゃるそうなんです。で、どういうことですかって言いますと、この犯人の話ではですね、この女性のマンションに行った時から、ブロンド髪の女の子が自分についてくる。そういうそうなんですね。そしてついてきて、その女の子が出ていると、自分の部屋に入ってきて、電気をつけたり消したり、あるいは大きな音を立てたり、ぐるぐる部屋の中を歩き回ったり、時にはですね、寝ている自分の体の上に乗ってくると、そんなことをこの犯人が言うそうなんです。そして、できればこの女の子が自分のところに来ないようにしてほしい。助けてくださいと言って、警察に、いわゆる自首をする形で来られたそうなんです。それを聞いたこの女性、もしかするとヨーロッパのホテルで、女の子が私のために、助けてくれたんではないかな。そう思ったそうなんですね。それから、フライトでまたそのヨーロッパに行くことになって、そのホテルに泊まることになったそうなんです。そしてそのホテルで寝ながら、
その女の子に無事日本から帰ってきたよ。もうあなたはここで、暮らすか、あるいは成仏してくださいねという思いでもう一度手を合わされた。そして、今晩一晩また泊めさせてもらいますねって言って手を合わすと、ありがとう。そんな声がふと日本語で聞こえたそうなんですね。で、そのありがとうという言葉がどうやら覚えたての日本語のように少し片言の日本語だったというような話を聞かせていただきました。よくですね、西洋と東洋で、物の考え方いろいろ文化が違いますから違うんですけれども、よくホラー映画なんか見ますとそうなんですが、神対悪魔っていう映画が、西洋映画で多いですね。こう、神様の力で悪魔をやっつけるっていうふうに考えますが、日本ではどうかって言いますと、どちらかというと、亡くなられた方のご事情があって、できればその事情を、組んでですね、供養をするというふうに、考えますね。VS 悪魔というよりは、亡くなられた方の、幸せを共に祈るということを、仏教では特に、します。で、生きている私たちもそうですね。対抗する何かと、戦うんではなくて、お互いが尊重し合いながら、うまく生活していければ、平和の世の中になるんではないかなというふうに思います。ということで本日の怪談説法、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。